どうも、インディーゲーム好き VTuber の春部千佳です。現在、浜松町駅から降りて徒歩で会場へと向かっている途中でございます。相変わらず都会は建物が高いですね。会場に到着いたしました。会場もやっぱり高いんですよね。はい。ということで、東京ゲームダンジョン12開幕です。2階から4階まで展示があるんですが、今回は2階から回っていきたいと思います。忘れられた評価を求めて。作家志望の主人公が憂鬱な現代社会を生きるビジュアルノベルです。独特の雰囲気で没入感が高く、すぐに物語に引き込まれました。以前デモ版を遊ばせていただいたダンチーデイズ。団地を模したジオラマが可愛かったのでお写真を撮らせていただきました。配信でも遊ばせていただいた東京クロストリップのブースです。可愛いリーニャの縫いと原作同様にいろんなものが散らばっています。こちらではアクリルスタンドを購入させていただきました。不思議なドリンクを作って自販機で売るハッピードリンクベンディングマシーン。CU ではサラリーマン向けのドリンクを作ったのですが、目をギラギラにして働いてくれました。店員とスパイに分かれて一つのハンバーガーを作るゲーム、人狼バーガーです。バーガーが崩れなければ店員の勝利。崩れてしまってもスパイを見破れれば店員側の勝利となります。バナナの皮が入っているハンバーガー、やばいと思います。カレピ、セラピータイピング。メンヘラとなった幼馴染の話し相手になるタイピングゲームです。優しくしたり厳しくしたりで結果停滞エンドを迎えるの、なんかリアルです。和音で喋る不思議な少女、火花とのひと夏の物語、火花。言語解読系の作品ですが、火花の言葉は和音で語られるので、それを聞き分けて解読をしなければなりません。音感がないのでめっちゃむずくねって思ったんですが、記号に法則があるっぽいので、それを元に解くこともできます。こちらはホローハート。冒涜的シスコン人体連成というコンセプトのなんともフックが強い育成ゲームです。頭、腕、胴体、足と素材を組み合わせて妹を蘇らせました。エクセレント！タンポポは耐える。無邪気な猫ちゃんのじゃれつきに合わせて耐えることで、なんとか今日を生き延びます。タイミングよくボタンを押すとジャストガードになるのですが、連続攻撃はガードしっぱなしの卓を取るなど戦略性もあります。パリが苦手なので難しかったですが、ジャストで取れると気持ちいいので、つい狙っちゃうんですよね。オートランの主人公に迫り来る障害物をジャンプとスライドで避けていくゲーム、ダーリンデートランです。ジャンプやスライドで速度が上がっていくので、うまく使ってタイムを短縮できます。シンプルながらも奥深くて楽しかったです。こちらはお写真だけ撮らせていただきました。夢病。とても雰囲気の良いアドベンチャーパズルとなっております。WASD キーで歩く新感覚リズムゲーム WAS ダンサーです。会場にはこのようにでっかいコントローラーがありました。曲がとにかくかっこよくて、高難易度の曲はかなり難しかったです。プレイした後左手の筋肉が悲鳴を上げていましたね。バッターボックスに立ちなよ。ホームランダービーの要素にミートカーソルの要素が加わって、これかなり好きな感じでした。マイケルとかいうネズミが本当にありえない魔球を投げてきて、あと一歩のところで負けてしまいましたね。ローグライト要素もあるみたいなので楽しみです。VR で遊ぶ飛行シミュレーターはやつばさ。両手に羽を持って旋回や加速を行っていきます。CU では大型扇風機が連動していて、ゲーム内で速度が出ると風が吹くようになっていました。立ち食いそば、銀河。お写真だけ撮らせていただいたんですが、彼女たちがサイバーパンクなど田舎で上京資金のために立ち食いそば屋を切り盛りするお話みたいです。サイバーパンクど田舎は結構なパワーワードな気がします。はい。ということで、ダンジョンを探索していたら、あっという間に終了時刻となりまして、東京ゲームダンジョン12、閉幕です。最後に撮影スポットで記念写真を撮り、会場を後にします。ノベルティやフライヤーもたくさんいただきました。おしゃれだったり可愛かったりして並べるのも楽しいですよね。
帰りに会場のある浜松町でラーメンをいただきました。はい。以上で東京ゲームダンジョン12を冒険した一日は終わりです。めちゃくちゃ楽しかったです。会場でしか体験できないものもあるので、気になった方はぜひ参加してみてください。また概要欄に紹介させていただいた各ゲームへのリンクもありますので、そちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それではここまでご視聴いただきありがとうございました。また会う日まで。